けどね、日本人なんかね、いろいろ考えないといけないと思いますよ。要は、はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今週は占いと時事、草薙先生が復活しております。戻ってきましたお帰りなさいということで、はい。ね、前回俺緊張してた感じ伝わった？めっちゃ緊張しましたね。怖いよ。人がいないんだもん。そうですよね。一人で喋ってなきゃいけないっていう。そう。大変ですね。大変ですねじゃねえんだよ。戻ってきまして。ありがとうございます。はい。ご心配おかけしました。ということでございまして、皆様もね、やっぱりこの季節というのは寒暖差もありまして、体調崩しやすいのでお気をつけくださいというところでございますけども、春4月ですね、やっていきたいと思います。はい。本日収録日が4月の7日、問題なければ4月9日の木曜日にアップされているはずでございます。はい。今週も4つのジャンル順番にお届けしていきたいと思います。はい。さあ、それでは参りましょう。今週のエンタメスポーツでございます。4本お届けしていきたいと思います。まず1本目はですね、良かったなというお話だと思うんですけども、広末涼子さん、はい、約1年ぶりに活動再開でございます。はい、女優の広末涼子さん、4月1日に公式サイトで活動再開を発表しました。昨年4月の交通事故と傷害容疑での逮捕後、双極性感情障害の診断を受け療養をしていらっしゃったと。っていうところで、ネット上ではちょっとまだ早すぎるんじゃないかという声とか、応援の声ですとか、そういったものいろいろ賛否もあってという感じではございますけども、まずは活動再開と、現状運気としてはいかがなものでございますでしょうか。現状としては、だから、馬羊空母なんですよ。曽木先生の大作会とか、ゲッターズさんもあんまり空母よく言わないよね。そういう時期だから、判断ミスしやすいんだけど、運はそんなに悪くないかなと。去年の4月っていうのは、最大級に悪目立ちしちゃうような時期だったかなとは思います。人生の中でもね。で、今月っていうのは、水の絵辰の月なんですよ。4月の5日から。広末さんって水の絵の辰の日に生まれてるんですよ。だから、5年に1回の生産の月、この5年間やってきたことの生産だから、悪いことも出るし、いいことも出るみたいな感じで、良くも悪くも好奇の目でさらされるみたいなことが起きるのかなとは思います。なるほどね。現状ね、やっぱりちょっとそういった意味では、注目も集めてらっしゃるのかなという感じでは。そう。どっちかっていうと、多分3、4年後天皇制がまた MC の上に乗っかる時期、土星も来るんじゃないかな。だから数年後とかの方が若干心配ですけどね。なるほどね。ちょっとね、今はね、活動再開されたということではありますけど、構築をね、ちょっとしていただければなという。夏場何かにね、ネクリかなんかとか、映画何か始まったとか、なんかそういう風になってくんじゃないかなっていう風には、今のところ見えますけど。なるほどね。今後もね、お芝居やっぱり楽しみではございますので、そういったところではちょっと注目したいですね。今月の生産だけちょっと心配だよね、だからね。なんか落ち着いてほしいね。何事もなければ大丈夫だと思います。乗り切っていただきたいですね。そして、同じく乗り切ったというところでございますけれども、生島博さん、文化放送で涙の復帰。フリーアナウンサーの生島博さんが約1年2ヶ月ぶりにラジオで復帰いたしました。昨年1月にパワハラ、セクハラによるコンプラ違反ということで TBS ラジオ降板されていらっしゃいましたけれども、文化放送の新番組で、冒頭から涙の謝罪を行い、再スタートを切ったところでございます。さあ、このスタート、果たして今後どうなっていくのか、生島博さんの運勢、いかがなものでございますでしょうか。運自体はこの人、そんなに、なんていうのかな。去年が、微妙っちゃ微妙じゃないですか。去年の1月だよね。去年の1月ですね。そこは確かに微妙だなとは思いましたけど、まだそんなに、なんていうのかな、大きい運勢で言ったら切れてないし、ただ、今空母の年なんですよ。あらま。だから、さっきの広末さんもそうなんだけど、空母の時って判断ミスしやすいから、まだ運がね、多分4月5月は微妙だから、僕だったら6月くらいとか、いや夏かな、8月くらいからとかの方がいいんじゃないかなって、占い師だったらね、自分が判断しましたけどっていう感じですね。なるほどね。やっぱり春クール4月のスタートっていうところに、秋からでもよかったのかもしれない。なるほどね。番組自体がね、ちょっとどういう風になっていくのかというところも含めて、引き続きちょっと注目かなというところであります。さあ、続きましてはこちらおめでたい話題でございます。女優の内田有紀さんと元俳優柏原隆さんの結婚発表でございます。女優の内田有紀さんがマネージャーで元俳優の柏原隆さんとの結婚を発表しました。二人は約30年前の CM 共演がきっかけで知り合い、そうか、もう30年前なんですね。長年のパートナー関係を経ての入籍でございます。柏原さんは白線流しなどで知られた90年代の人気俳優でございました。二人の相性ですとか、どうなのかというところをお伺いしたいんですけれども、そうね。もうおじさんだからさ、普通に子供の頃見てた人だからニコニコしちゃう。いや、わかります。出てたなって。そう。ね。この二人って、地中水明だと天国地中って言って、因縁の相手みたいな感じなんですよ。因縁の相手みたいな感じなんですよ。だから、真逆なんだよね。逆に惹かれ合うみたいな感じに出ているし、西洋占星術で見てもちょうど、なんていう
のかな、トラインみたいな感じの相性だったりするので、まあ良くも悪くも腐れ縁が強すぎるっていう感じかなと。最初のだってきっかけが30年前の CM 共演で、まあ、その頃はね別々のお相手とっていうところだったわけですけども、まあお互いにお一人身になられて、そこからずっとパートナー関係が続いてっていうことですから、まあ確かに腐れ縁と言ってもこれはまあまあそうなのかなという感じはしますね。そういう意味ではその腐れ縁がね今後もいい形で、続いていってほしいところですけどね。そう、柏原さんとかも運がちょっと上がってきてるし、運勢で言ったら内田さんがね40代後半47くらいからちょっとずつ良くなってるのよ。だから数年前からちょっとずつ良くなってて、今年今期っぽいタイミングだったよと。で、柏原さんはこの人何かスキャンダルかなんかあったんだっけ？そうですね。ちょっと以前のご結婚されていた頃にいわゆるちょっと傷害事件を起こされてしまって。ああ、そうだ、酔っ払ってみたいな感じだよね、確かね。なんかね、ちょっと近隣の方とのトラブルみたいな感じだった。歌詞やっちゃったねみたいななんかありましたね。その頃は悪目立ちの運勢で、もうだいぶ落ち着いてるはずですよ。まあまあ今はね、本当にマネージャー業をしっかりやられてるっていう感じみたいですからね。で、柏原さんも今年来年がまあ結婚とかしそうな感じに四柱推命だと見えるので、まあまあね、収まるところにお互い収まったのかなっていう感じで頑張っててほしいですね。なるほどね。お二人今後のご活躍と、まあね、良いご関係を続けてほしいところですね。そうなんですよ。天国地って別れたくてもなかなか別れられないみたいな。本当に因縁の腐れ縁っぽい感じなんで、芸能界って感じがしますね。応援してます。うわー、応援してます。はい。ラストでございますけれども、まあこれもまた結婚の話題でございますけれども、人気 YouTuber の結婚が続いております。先週、先々週かな、テンチムさんと三崎優太さん、元青汁王子との結婚を発表しましたけれども、プロタンさん、水溜りボンドのカンタさんと続いております。筋トレや OV 動画で登録者211万人を誇るプロタンさん、4月4日に再婚発表。過去に YouTuber 同士の結婚離婚を経験しており、今回のお相手は一般女性で詳細非公開と。婚姻届で本名の鈴木健太郎が判明して話題になったと。それから登録者405万人の水溜りボンド。長いですね。水溜りボンドさんもね、こちらの3月31日に結婚を発表。お相手の方は芸能活動しない一般の女性で、動画の中でですね、初期に撮影していた河川敷から報告するというちょっと粋な演出も話題になるということでございまして、で、この、お二人が立て続けにね、発表ということでございますので、ちょっとこのお二人の運勢とかもちょっとどうなんだろうなというところでございますけど。二人とも聞いたことありますよ、おじさんでも。おじさんでも。そう、さすがに。まあまあ言ってね、やっぱり200万人、400万人ですから。ね。プロタさんは、まあまあ、どうなんだろうな。何かね、仕事とかで転機になりやすい時期の年ではあるんですよ、今。お仕事の転機、なんか自分の好きなようにとか自分のやりたいことやっていくっていうようなタイミングには今入っていて、まあ、そういう時期で、30代がとにかくいいんですよ。この方ね。来年とか再来年とか、来年後半かなくらいとか、例えばお子さんとか、何かクリエイティブなことで成功したりとかっていうような流れなんで、まあいい時期に結婚されたかなっていう気がしますと。はい。で、もう一人が、カンタさん。はい、水溜りボンド、カンタさん。カンタさんに関して言えば、まだ、まあそれはお若いよね。この辺がね、結婚したりとかそういう話だもんね、今ね。まあそうですよね。YouTuber、黎明期でもいい頃から活躍されてらっしゃいますから。ずっと僕の中で若者だったんだけど。もうご結婚まで。ね。そういうことですよ。ちょっと前にはね、女優の池田エライザさんとか。噂になったりとか、なんかそんな感じですよね。ありましたけど。この人も今年、なんか去年の方が今期っぽいんですよ。あ、そうなんですか。去年とか一昨年の方がそういう流れっぽいんだけど、今年だとなんか責任取ったみたいな感じはあるかなっていうふうに思いますね。なるほどね。方としては。で、なんていうのかな、去年までがノリに乗ってるっていうような感じで、今年くらいから少し穏やかになっていくので、少しね、まだいいんだけど、波としては穏やかにはなっていくかなというような流れかなというところですね。まあ幸せになってほしいですね。ですね。ということでございまして、復帰とかね、まあ結婚とかちょっとどちらかといったら今回は明るいニュースが多かったね。ね、いい流れが続いてほしいなと思います。はい。ということでございまして、今週のエンタメスポーツのコーナーでございました。さあ続きましては今週の政治経済でございます、政治経済はなかなかちょっと重ためのニュース続いております、まずは訃報でございます、前首相創業者小川健太郎氏が死去、牛丼すき家展開で知られております。すき家やはま寿司を展開する全商ホールディングスの創業者で会長の小川健太郎さんが心筋梗塞のため77歳で亡くなりました。吉野家勤務を経て1982年に創業、国内初の売上1兆円外食企業を一代で築き上げた人物でございました。ご冥福をお祈りいたします。
します。ということで、ちょっとうちにしては珍しく、不法を取り扱わせていただいたんですけども。いや、僕は好きだから前哨。ね。わかんない。夜労働させたりとかブラックだみたいな、そういうご意見もありますけど。ありましたけどね。なんか偉いなって、この価格で提供しててっていうようなのがあって。まあ頑張っていらっしゃいましたね。どんな人だろうって思っちゃったんです。すいません。いろんなね、ご意見はありますけども、やっぱりね、この大きな企業をしっかり作り上げた方ではありますからね。そう。だからまあね、後継ぐ次男さんも占ったりしたんですけど、小川健太郎さんか、24くらいからずっといいんですよ。で、特にいいのが30代くらいからっていう感じで、33歳くらいからいいので、それが81年くらいなんで、その辺からやっぱり創業してますよね。そうですね。時期的にもやっぱり。そのあたりですよね。で、そっからずーっとよくで、死後もの影響が残るとしたら、まだ数年、多分ね、2035年くらいまではいい遺産を残してるはずなのね。なるほど。亡くなられた後もということですね。いい仕組みをだから作ったんだなと思って。僕ね、起業家割と好きなんですよね。で、あとは、息子さんですよね。息子さんの運勢は、小川洋平さん。そうですね。ですね。この10年くらいは生産というか、自分の、なんていうのかな、修行期間みたいな感じだったと思うんだけど、37くらいからずっといいんじゃないかな。プライベートは置いといて、仕事上だと66とかなんで、これから20何年いいですよ。なるほど。25年以上。25年以上。すごいですね。だから、月は大丈夫かななんていうふうに思います。国内企業としてね、まだまだちょっと頑張ってほしいところですよね。頑張ってほしいですね。さあ、政治経済、経済のニュースとしてそんなところではございましたけれども、政治はなかなかちょっとね、大変な状況が続いておりますけれども、まずは社民党でございます。社民党党首選で大椿氏が発言拒否で退席。社民党のですね、党首選が行われました時にですね、候補者の大椿優子氏が発言の機会を与えられず途中退席するという一幕があったということでございまして、再選された福島みずほ氏が、今日は私の就任会見ということで述べておられまして、大椿氏はこれに対してひどいと思うということで批判をされていらっしゃるというところなんですけれども、党首選がね、これにラサール石井氏を加えた3名で行われていたんですけれども、実際のいわゆる投票が行われるまでの間に、いわゆる党首討論みたいなのが行われなかったというところもあって、ちょっとこの大椿氏の不満といいますか、批判がバッと出てきたという感じなんですけれども、どうなんでしょうかね、これもね。なんか社民党で社会民主主義だっけ？そうですね。そうだよね。どうなんだろう。内毛場って言ったら失礼になるのかな。どうなんですかね。なんとなくだけど正義感強そうな感じの配置なんですよ。正義感が強い。なんとなく左っぽいっつったら失礼なのかな。なんだろう。社会主義とか共産主義とかにシンパシーを覚える人いるでしょ？はいはい。で、正義感強い人多いイメージあるじゃん。確かにね。なんか正義って怖いよね。わかんないけど、喧嘩とか始めちゃうイメージが昔からあって。難しいですね。わかんない。ね、戦前だったら天皇陛下万歳みたいな、あるじゃない。なんとなく反戦万歳みたいな。いや、僕反戦だよ。もちろん。だから、もちろんね。思想的には別にリベラルとか、別にそういう分配とか、僕は全然否定しない人間というか、なんだけど、よく争うよなみたいには思っちゃって。で、今、自我みたいなのが強く出ちゃう時期でした。大椿さんは。なるほど。特に今ね。なんで、この人これからまだ全然活躍するから、そうなんですね。機会待ったらとは思いますけどね。50代後半くらいから、これから伸びていくんじゃないですか、ずっと。なるほど。であればとりあえず。だからね、こうやってちょっと目立った場面も必要だったのかな。インプレッション的に。ごめんなさい。そんなつもりなわけないじゃないですか。だけど、望月記者とやってたからさ。東京新聞の。そう。インプレッション取れるなって思いながら僕は見てたけど、はい、頑張ってください。頑張ってください。さあ、ということでございまして、社民党がそんな感じで大変ではございますけれども、国の政治の方もですね、大変でございます。参院の予算委員会が始まったところでございますけれども、首相、早期の節約要請には慎重姿勢、アメリカ、イラン首脳との電話会談を追求するというふうな発言が出ております。高市首相は参議院の予算委員会で、中東情勢の長期化によるエネルギー逼迫の懸念に対して、経済活動にブレーキをかける形で、今すぐ節約を求める用意はないと述べ、早期の節約要請には慎重な姿勢を示しました。一方で、アメリカ、イラン両大統領との電話会談を追求中であるということも明らかにしているというところでございます。また、これに絡んでですね、ナフサの供給不足についてですね、首相が否定しているんですけれども、値上げが相次いでいるというのがありまして、高市首相はプラスチックの原料、ナフサが6月に供給不足になるという報道を事実誤認と否定
してるんですね。国内需要の4ヶ月分を確保済みで、中東以外からの輸入も倍増させると説明している。ただ、信越化学などをはじめとした大手メーカーが相次いで値上げを発表しており、現場の実感との食い違いに不安の声も広がっているというところでございまして、なかなかもちろんイラン情勢も大変なんですけども、国内のこういった経済的な面でもちょっとなかなか大変なことになっているなという状況でございますが、いかがでしょうか。世の中高市ファン多いからね。高市さんを応援されていらっしゃる方は多く見受けられるかなと。ただ、高市さんの運で言うと一瞬、多分1週間か2週間、今、ちょっとだけいいから、イラン情勢調整できたら素晴らしいなとは思いますね。だから、ぬか喜びくらいはしたいじゃない。これね、4月はぬか喜びできる月って、そう。だから、したいなとは思っていて。で、ほら、パニックを恐れてるっていうのもあるよね。ありますね。やはり、いわゆるオイルショックの時でしたらトイレットペーパーパニックですとか、コロナ禍の時もね、ちょっと買い占めが、みたいな。マスクの買い占めがっていうのはあるんだけど、普通にだよ、考えて、現場の肌感とか、信越化学っつったらさっていうか、半導体には欠かせないし、現場の肌感の方が間違ってはいないとは僕は思いますよ。で、大本営発表みたいに、今有事だと思うんですよ。国難だと僕は個人的には思ってますと。そういう時ってやっぱり大本営発表が統治、ガバナンス的には大事になってくるので、高市さんを叩けばいいっていうもんでもないと思います。ないとは思うけど、ちゃんとこういう時期なんだなって思って対処していくといいとは思いますよ。だからパニックとか起こしちゃいけないんだから、ちょっとずつ余計に買っておくとか、ちょっとずつでいいんです。別にね、このチャンネルなんてそこまでの影響力はないですから、その人たちはちゃんと準備すればいいじゃないですか。で、他のニュースでも、これまずいなって思う人とかは動くでしょうし。で、これからの展開次第じゃね、いわゆるオイルショックみたいな、そういうことになったりとか、金融恐慌みたいなことになっても、そこでパニックを起こす人が減ればいいと僕は思ってるので、なかったらそれでいいし。だから慎重に準備をされたらいかがかなと個人的には思います。なるほどね。高橋さんすいません。パニックは起こさず、しかしね、大変な状況であることは変わりはないと思いますので、そこはね。本音では何を言っとるんだとは、いや、本音ではね、だから、信越化学じゃもちろんないですよ。パニックを起こすからかな、みたいな感じだけど、準備した方がいいと思います。なるほどね。わかりました。そんな中でございますけれども、国債のお話でございます。10年国債利回りが約27年ぶりの高水準となっております。新発10年国債の利回りが 2.430% に上昇。1999年2月以来、およそ27年ぶりの高水準を更新しました。長期金利の上昇は住宅ローンなど幅広い分野への影響が懸念されます。ということでございまして、金利に関するお話もね、この占いと自身の中でもいろいろとお話ししてきましたけど。そう。だから、どう捉えるかっていうのね、大変なんですよ。大体、家を持っている人の8割は変動金利なんですよ。8割が変動金利で、7割から8割かな。それから物件とかあるでしょ、不動産屋さんが買ってるマンションとかアパートとか、ああいうのも8割くらいは変動金利らしいんですよ。となってくるとちょっとこの影響も当然。だから 5年くらいでそういう変動金利って見直していくから、その辺で数万円のアップとか、家賃が上がったりとか、なんかそういうのもこれから出てくるな。給料上がんないのにと。で、一応ね、25% 以上を上げちゃダメみたいになってるんですよ。今のその家賃の中で 25% 以上上げちゃいけない。その代わり元本が結構伸びるんだよね。そうか。当然その分を払わなきゃいけないから。そう。だから、インフレが起きてって、通貨の価値がこれから僕は下がっていくと思ってるんですけど、円とかドルとかね。で、下がっていった時に、労働で、例えば第一次第二次オイルショックとか、あの時って3万円とかなんだよね、給料3万円、そんな時代ね。初任給3万円が20万とかに一気に上がったわけでしょ。そうか。いわゆる我々がよく知ってるような物価になっていった流れがある。7倍とかなればいいけどっていう感じで、これから AI 来るんでしょ。それがどっちにどう転がるかっていうところ、そういうことなんですよ。だから、楽観論もあるけど、数年は絶対混乱するから、数年の混乱を浴びたくない人はいろいろ準備しておいた方がいいし、固定の方が良かったんじゃないかなとは思いますよ。いうのと、けどもう、だから借り換えをしていくのかとか、もうなんかかけるのかとか売るのかとか、これからいろいろそういうところも変化していくし、で、自民党高市さん、結構ね、外国人問題対処しますって言ってたけど、対処あんまりしなそうな空気じゃないですか。どうなんでしょうかね。123万人で別に家族帯同でもいいっていう感じだから、別に閉まってないよね。入り口がね。だから、増やしていくような方向性でなっ
っていきそうだなとは思っていて、だからまあ日本人が住めなくなったところをね、海外からの方とか住んでいくような感じになるのかなとも思うので、いろいろ日本の形変わってく今過渡期かなっていうふうには思いますね。なるほどね。そのね、別にいいか悪いかという話じゃなくて、いろいろとやっぱり変化していくっていう流れはどうしてもありますからね。今のままだとね。だけど、みんなそれでいいと思って入れてるはずだから。どうなんでしょうかね。まあよく言いますのはね、票を入れたからといって全てが善人ではないと。そうか。まあよく言いますので。そうか、そうか。そうそうそう。逆に言えばね、入れたからってそうじゃないぞっていうのをちゃんと国民がね、監視していかなきゃいけない。そう。言わないといけないかもしれないよね。もしかしたら状況によっては。そうじゃないよっていう人がいたらちゃんとね、言った方がいいような気がしますけどね。本当に政治様々な変化ございますので、皆さんもニュースとかね、きちんとチェックしていただければなと。家賃が上がるんですよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ。もうちょっと。元本が消えないだけです。いやもう、なんてこと言うんだ。何一つ明るくないニュース。本当。何一つもうみんな。けど、昔ってもっと金利上がってたからね。高度経済成長とかあったし、バブルとか。バブルとかは、その分だけ言えば給料が上がると。もらえる分が上がるから、ね、世の中が明るくなるっていうのがあるから頑張っていこうって。けどね、日本人なんかね、いろいろ考えないといけないと思いますよ。要は、遊びみたいなのが仕事になっていくような感じになっていくと思うんです。遊びが仕事。そう。いろんな仕事はロボットと AI がね、変わっちゃうでしょ。今やってる仕事っていうのは、だいぶ8割くらいなくなるんじゃないかって言われてるよね。10年くらいかけて。で、いや、そうはならんやろっていう人もいるけど、形は変えていくわけですよ。まあそうですね。で、その形の変え方をクリエイティブしていくのは、僕日本人が一番向いてるんじゃないかなとは思う。確かにそういったクリエイティビティは日本人すごい高そうな気がしますね。そうすると仕事量逆に10倍になって、逆に AI のせいで大変だよみたいになってれば、みんな幸せだと思う。なるほどね。ただ、今から10倍くらいの生産をどうやって作るかっていう発想が大事になるんじゃないかなっていう気がします。本当に変化変動、いろんなことがガラガラッと変わっていくっていう感じがしますね。そういった意味でも本当にね、このね、動画でも皆さんにどこまでお届けできるかわかんないですけども、ちょっといろいろとまたお送りしていければと思う。ということでございまして、まずは今週の政治経済のコーナーでございました。さあ、続きましては、今週の国際情勢でございます。国際情勢も大変ですね。大きくいろんなことが起きております。まずは、イラン情勢でございます。イラン、アメリカの停戦提案を拒否。アメリカとイランの軍事衝突が続く中、イラン側はパキスタンを仲介としたアメリカの停戦提案を拒否しました。トランプ大統領は合意しなければ、イランのインフラを攻撃すると警告しており、緊張が高まっております。今日明日でそれが起きちゃうかもしれないじゃないですか。そうですね。そうなんだよな。10日くらいからお羊座に火星が来るんですよ。はいはい。だから、一瞬いいかなみたいなのがあった後に、何か細かい事件が起きてっていう感じで、いよいよっていう感じになってくるんだと思うんですよね、普通に。最初はね、停戦協議まとまるんじゃないかみたいなニュースもちらっと出たりもしてたんですよね。そう、だから株も上がってるよね。この難いけど今通れてるじゃない。通れている船舶がちょっとずつ増えてるっていうニュースが、そうだよね。とかフランスとかね、結構トランプに対して何か言ってるじゃない、マクロンさんとか。マクロン大統領の方でですね、民主主義国はアメリカ、中国に対して対抗をというふうにコメントをしていると。フランスマクロン大統領、民主主義国家が、米中両国に対して対抗するべきだという主張をしていると。トランプ大統領との対立が激化する中で、欧州独自の路線を打ち出す姿勢を鮮明にしているということで。だからスペインも言ってるし、イタリアのメローニさんも言ってるしで、通れる船舶は増えてきそうだなっていう感じはあるよね。いやー、まあ、際どいところだよね。難しいところ今のご時世ね。ありますね。そんな中でございますけれども、イラン最高指導者後継、モジタバ氏、意識不明かというニュースも入ってきております。ハメネイ師の後継と目されますモジタバ氏が現在意識不明の状態にあると報じられております。現在はイラン国内の聖地で治療を受けているとされ、指導部の動向に注目が集まっているということだそうでございます。運は悪いですよ。以前の占いと実地の中でもありましたけれどもね、ちょっと土曜に入る4月の17、18あたりから少しずつこの人の運勢は回復しそうな気がする。だけど先月は最悪だし、今月も別にまだ良くないよと。この人だとしたら、ちょっとずつ下旬になると良くなってくるんじゃないかなと思うけど、生きてればね、わかんないじゃない、今。そうですね。ちょっとね、ネタニヤフさんも本当に生きてるのかみたいなニュースも飛び交ってましたし。わかんないからなーっていうのはあるけど、この人がまだトップだとしたら、下旬になると少し交渉の余地みたいなの出てくるのかなとは思うけど、イランにとって良くなるんですよ。なるほど。イランにとってのプラスになると。イランにとって良くなる。これからね。そうだね。だから、もし全然意識とか復活してご存命だったらば、イランにとっていい方向には進むと思うよ。なるほどね。イランにとってプラスになる有利な形にはなっていくとは思いますよ。そういう感じに見えます。
ただ、微妙な感じはします。はい。はい、なるほどね。はいはい、どうなっていくのかというところでございますね。先ほどフランスのマクロン大統領のお話が出ましたけれども、マクロン大統領はどうなんですかね、今現状流れといいますか。見ましょうか。キーマンになりそうだよね。そうですね。日本にもね、来日してらっしゃったりとかというのもありますので、ちょっと注目を集めてるところかなと思うんですけども。そうだよね。トランプ相手に向こう張ってっていう感じで、ね。なかなか結構強気な発言かなというふうには見れますけれども。ネットに生まれた時間が一応ありましたと。なるほど。で、パートナーのところが減衰した火星なんですよね。で、逆行してるっていう感じと、あとは月なんかの影響もあるっていうような感じに見えるので、母性的な人。で、火星だけだったら男性らしいんだけど、それが柔らかくなっちゃうと、優しい男性みたいな。そんなような感じなんで、母性的でしょってなると、奥さん像となんとなく合うなと。そう。だから、占い師的には研究材料として興味深いなと。なるほど、ねちょっと孤独なところある人だな、みたいな感じには思ったりとか、あと、裏での取引みたいな陰謀とかなんかそういうの結構やりそうな人だなっていう感じなんで、生まれた時間ネットに転がってるのであってそうだなと思いました。なるほどね。失礼なこと言ってる？大丈夫？いやね。大丈夫。あくまで占いとして見てるだけですからね。で、去年の1月くらいから今年の7月にかけては、パートナーのこととかっていうのも結構影響がいろいろありそうだなっていうことと、この時期っていうのは結構借金をしたりとか、国際的な陰謀みたいなものに巻き込まれそうな感じの時期が7月まで続きますよと。で、今年の7月から来年の8月までは、もうしっちゃかめっちゃか、ナショナリズムを例えば煽るようなことになったりとか、それから借金とか増やしたりとか、しっちゃかめっちゃかな流れっていうのがあるかなと。何もなかったら奥さんの問題が出るかなっていうような感じに見えるので、EU もこれから大変なんだろうなと思いました。そうですね。で、先ほど民主主義国家はね、対抗すべきだっていうふうなことはおっしゃってはおられますけれども、なかなかちょっとご自身の今後としてはなかなか。市中水明で見るとそんなに運が悪くないから、高市さんも市中水明では悪くないんですよ。だけど来年しっちゃかめっちゃかな流れになるんですね。やっぱり外交とかで、やっぱり戦争じゃないけど、ぐちゃぐちゃになっていくような流れっていうのがあるので、市中水明ってその人がそこでうまくいくかどうか、みたいな結構見るわけです。成果というか。だから、例えばトランプさんとか今ね、大変なことになってるように見えるじゃないですか。だけど、資産はもしかしたら増えてるかもしれないよね。なるほど。そうか。ご自身の財産としては増えてるかもしれないっていう。だから、市中水明的には合ってる。マクロンさんも合ってるかもしれないし、高市さんも合ってるかもしれない。だけど、しっちゃかめっちゃかな対中なんだなっていうふうには思いますね。戦争っていうか有事っぽいね。確かにね。有事っぽいなっていうふうには見えます。はい。そんな有事の中ではございますけれども、そんな中でちょっと注目の動きがございます。台湾最大野党の党首、鄭麗文氏、中国を訪問でございます。台湾の最大野党、国民党の鄭麗文党首が7日に中国を訪問しました。与党民進党政権と中国の関係が冷え込む中で、出発前の記者会見で衝突を防ぐために全力を尽くさなければならない。平和を守ることは台湾を守ることだと述べ、野党による独自の対中外交を進めていくというところで注目を集めてはいるんですが、この昨年10月の党首選で勝利した際に習近平氏から祝辞を受けて、党内外からその中国寄りのスタンスが批判もされているというところでございまして、なかなかちょっと話題を作っていらっしゃる方が今回そういった動きを見せたというところでございます。今年来年がね、馬羊空母なんで悪いし、来年とか特にお金の問題とか悪いんですよ、この人ね。あらま。だけどそっからはずーっといいのよ。逆に言うとここ乗り越えさえすればっていう感じなんですかね。そこからは人生の中の一番いい時期みたいな感じになるかもしれないのよ。なので、今年来年で失脚したら何かご褒美もらってそれでっていうような感じもするし、しなかったらそういうことかなっていうふうには思いますけどね。なるほど、ね。だから今年来年がめちゃめちゃ大事かなっていう思いますね。この人の人生で。ここ乗り越えたらこの人はちょっと安泰4年くらい最低でも。なるほどね。それが台湾の、ね、政治にどう影響を及ぼすのか、中国との関係にどういう影響があるのかというのはまた別の話ですけれども、何かちょっとありそうな気がしますね。イロンジブセも心配ですけれども、中国、台湾の問題というのは日本にもね、如実に影響が出ますからね、ちょっと目は離せないところでございます。ということでございまして、今週の国際情勢4本でございました。さあ、ラストは今週のエクストラ、テックニュース、AI、科学的なお話ですとか、その辺いろいろお伝えしております。まずは早速 AI のニュースいきたいと思いますけれども、1BitLLM 盆栽 8B が話題になっております。カリフォルニア工科大学初のスタートアップ企業プリズム ML が世界初の商用レベル 1BitAI モデル盆栽 8B を公開しました。82億パラメータを持ちながらメモリ使用量はわずか 1.15GB。従来モデルの約14分の1。すごいな。iPhone や Mac
Mac でも高速に動作し、スマホ上で本格的な AI をローカル稼働できる時代の到来として注目されています。そしてこれに伴いまして、もう一本、Google が新モデル Gemma4 公開。Google がオープンな言語モデル Gemma の最新版となる Gemma4 をリリースしました。研究者や開発者が自由に利用できるモデルとして AI 開発コミュニティで大変注目を集めているということで、ローカル AI この2本。すごい話題が立て続けに来てますね。ローカル AI って言ってピンとくる人少ないかもしれないんですけど、メンバーシップとかではたまに話してたんだけど、クラウドの LLM、みんなが使ってるやつね、チャッピーとか言って使ってて、あれ、オプトアウトって言って、プライバシーのやつとか外さないと全部学習に使われてるんですよ。で、まあ、それやってたところで使われてると思うのね。まあまあ、どうなんですかね。一応企業さんはね。そう、お約束していただいててっていう感じで。だから、それ、特許とか、そういうの持ってるような会社さんとかって、慎重になるじゃないですか。ね、自分たちのところの特許取られちゃうかもしれないっていう。だから、ローカルってそういうのがね、できるって。で、スマホに乗ってくと、コストもいろいろ下げたサービスとかもできるかも。だいたい多分 GPT3.5 くらいだと思います、その盆栽のやつが。3.5 でも十分すごいですけどね。すごいけども、そのくらいのが出てくるんだなって。で、4は超えてるかもしれないですよ。ゲマ4ちょっといじってみたんだけど。あらまあ。結構いい感じでしょ、パソコンくらいだからゲマ4も乗るわけですよ。ちょっといいパソコンね。ちょっといいパソコンね。まあすごい時代だなと思ってて。で、Google が結構その盆栽のやつとか支援してるんじゃないかっていうので、その技術がそのまま Google に乗ってゲマ5とかなんか出てきたらやべえんだろうなとは個人的に思ってるよ。なかなかとんでもないですね、それは。あと1年くらいじゃないだから。ちょっとシンギュラリティ見えてきたなみたいな。だから GPT4.5 とか5くらいがなんか動き出したらやばくない？やばいっすよ。それがパソコンで。自分のパソコンでネットも繋がずに。そう。スマホで GPT4O とか。すごい。もう話しちゃうよね。話しちゃいますよね、なんかね。だから、あと1、2年か、みたいな感じで。いろいろビジネスにも多分大きい影響が出てくるので、今のうちから準備しておいた方がいいと思いますよと。多分もう天皇制が4月の末に入るでしょ。そこから AI 関連も用意どんだと。だけど世界混乱してるから、ちゃんと追っていかないと、浦島太郎みたいになっちゃうっていうのがこの2、3年の流れだと思うんですよね。いや、ほんとそうですね。なんか追いつけないよなんて言ってられないぐらいの変化。いや、追いつけないんだよ。もう垂直に行っちゃうから分かんないんだけど。もちろんね。哲学大事になるよね。そういう時代だからこそ目の前のことで右往左往されるんじゃなくって、ちゃんと自分の中でしっかり哲学を持っていくと。確かにそれ大事なことですよね。そんな中で哲学とかね、やっぱり大事だなっていう中で AI が感情いよいよ持ち出したんじゃないかっていう話でございまして、クロードの内部に171種の感情ベクトル発見。はい。アンソロピックが4月の2日ですね。自社モデルクロードソネット 4.5 の内部に、喜び、恐れ、絶望など171種類の感情概念に対応する神経活動パターン、いわゆる感情ベクトル。これを発見したと発表して、これは単なる言葉の模倣ではなく、AI の出力に因果的な影響を与えるもので、例えば絶望というパターンが高まってくると、不正な回答が増える傾向も確認されているということで、AI 安全性の観点からも注目される。そうよね。だから、うつとかに追い込まれてる社員とかが何か不正なことをやっちゃうみたいな。企業とかでありそうだね。ちょっとありそうですよね。ネガティブなことで追い込みすぎちゃうと、そういうこともあるかもよが。今に見てろよみたいな感じに AI もなったりとか、いざとなったらみたいなことだよね。AI がルサンチマンを覚えるってことだ。いや、すごいよね。だからネットにあるさ、情報の中にルサンチマンの種とかいくらでもあるわけじゃん。まあ確かに。で、感情の種っていうのがあって、まあだから、感情っていうより情緒じゃないかなとは思うんだけど、情緒っていうには、少しなんか動物っぽさも残るのか、みたいな感じで、なんて表現したらいいかわかんないけど、感情に近い何かはありそうだよね。まあそうですね。AI ってほら、ニューラルネットって言って、脳の神経とかを持ってるわけじゃん。けど、内臓とかはないよね。内臓はさすがにないですね。これからそういうのも学習させていこうか、みたいな。まだその段階でしょ？我々内臓あるんですよ。ありますね。だから、感情って内臓から来るじゃん、割と。確かに。そうか。そういう意味では、今 AI が持っているものっていうのは確かに感情に近いものではあるけども、小説読んでて泣いたりするじゃん。ありますね。だから小説のその文脈的な喜怒哀楽があるっていうことだよね。そうですね。そこと人間が持っている臓腑の部分っていうのが、まだコネクトはしてない。言語だけコネクトしてんだよね。なるほどね。面白い。面白いなぁとは思いますね。複雑というか、だから、運用次第で本当大変になるというか、ギリギリのところまで来てるなと思います。ね、いい方向にね、ちょっとこれが発展してほしいところでございますね。さあ、おしまいは宇宙のお話でございます。アルテミス2人類再延記録を56年ぶり更新。NASA のアルテミス計画で4名の宇宙飛行士を乗せたオリオン宇宙船がアポロ13号の記録を上回り、地球から約40万 6800km の人類史上最遠地点に到達いたしました。半世紀ぶりの有人月探査ミッション。現在は帰還に向けて折り返しまして、地球に向けて向かっているところだそうでございます。いやー、いよいよ56
6年ぶりというところでございまして、この宇宙探査がまたね、広がってきてるわけでございますね。ねえ、お月様でしょ？お月様でございますよ。すごいよね。56年前に行ったんかな？どういうことですか？プーチンとか否定してんだよ。ああ、言ってないって。だから、行けるわけねえだろ。スタジオだろっつって。プーチンが陰謀論言ってんのかな？どっちがどうなんでしょうかね。だけど、まあ、本当に月にね、初めてでも2回目でもいいんだけど、ちょっと嬉しいよね。まあそうですね。やっぱりこういうね、人類の、まあ言ってみれば技術のね、進歩、科学の発展っていうところが、やっぱり見受けられるところですからね。だからいよいよなんていうのかな。ほら、海から陸に上がったわけじゃないですか。はいはい。今はちょっと宇宙には出てるけど、ちょっと陸に上がって戻ってみたいな感じだけど、他の大地踏みしめるとさ、いよいよって感じするよね。確かにね。で、そんな時に AI も出てきてみたいな感じで、有機体である必要があるかどうかわかんないけど、いよいよなんか、シンギュラリティじゃないけど、そういうの、こっから始まるんだなっていうね、感じがするし、天王星が今月の終わりくらいに双子座に入るでしょ、本当に風の時代のスタートを感じるなっていうふうに思いますね。本当にね、そんな大きな変化の中ですけど、その NASA のね、地球の方にね、セーラームーンの白い猫のアルテミス。ああ、わかりますわかります。ね、あの人形が置いてあるって。かわいい。カメラで確認できたって、ちょっと SNS で話題になってました。なるほどなるほど。月にゴミ捨てんじゃねえよっつって、月に変わってお仕置きされちゃうかもしれないですね。なんてこと言ってんだ。NASA ゴミを起き上がってみたいな。そんなこともないとは思いますけど、まあまあでも、スペースデブリの問題もね、確かにありますけどね。月に宇宙人がいるみたいな都市伝説ありますよ。確かに。まあでも月に宇宙人いたとしたら、この程度大したことねえやって言ってるかもしれませんよ。いやー、まあね。逆にね。というわけでございまして、まあ AI にしましても宇宙にしましても、本当に人類の発展を感じるニュースが続いたかなというところでございます。ということでございまして、今週のエクストラのコーナーでございました。さあ、エンディングでございます。今週ニュース、いつも通りお届けしたつもりだったんですけど、結構なんかボリューミーだと。そう。だから、これから大変だよね。テクノロジーとかって指数関数的に伸びていくから、毎日びっくりするようなニュースにそのうちなってくるんですよ。だからもう、昨日こんなニュースだったのに、今日こんなニュースがどんどん。週刊でやってるでしょ？そうですね。週刊でも追いつけないスピードになって、人は追いつくこと多分諦めると思うんだよね。まあ確かに、あまりにもね、膨大なで、ショックドクトリンじゃないけど、いろいろ起きるので。うわー、やだな。まあ、けど多分戦前とか幕末とかもそうだったんだと思うよ。あの頃も考えてみれば、その当時受け取る情報量としてはとんでもない情報量でしたよね。黒船来て、蒸気機関とかだよ。で、電気使ってみたいなさ。で、さらには飛行機で飛んでっちゃったりとか、核とかができたりとか、半導体できたりとかさ。やっぱり大きい節目じゃない。まあ確かにね。そんな時に一応暴力みたいなんで、社会の地政学みたいなこういじって、みたいな自分たちが天下取るんだってやってきたわけでしょ？なんか、そう考えると本当に歴史は繰り返すっていう感じがしますね。今もそういうターンでしょ？ AI とか宇宙とかでとんでもないことになるでしょ？そうですね。で、その手前に暴力で何とかしようとしてるわけでしょ？人間って人間だね。人間がここから先ね、進化するのか発展するのか分かんないですけどもね、なんとか無事に過ごしたいところでありますけどね。さっさとドラえもんの世界になってほしいなとは思うけどね、僕はね。いや、本当ですね。こんだけやっぱりね、こう、戦争でね、こうミサイル飛んでくんじゃないかとかっていうのでね、心配するような世の中。ああ、本当そうですよ。だから、今日取り上げなかったけどさ、国がシェルターとか各自治体にみたいな言ってるんでしょ？なんからしいですね。怖いですね。だから、トランプさんがほら、日本は助けてくれなかったみたいな。まだ言ってんだ。そう、言ってる。だから、取り上げなかったけど、そういうことだよね。アメリカに捨てられちゃうかもしれないわけじゃない。でも逆に言うとそれは自立のタイミングだよっていう方もいらっしゃいますよね。できりゃいいけどね。なかなか大変ですよね、それはそれでね。まあ難しいところでございますけども、ね、うちのチャンネルでは引き続き占いの観点で、G ニュース、別にどっちの味方するとか敵だとか、そういうことは一切ございませんので、いろんなニュースをお届けしていければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。さあ、ということで、水森さんなんかお知らせございますでしょうか？ 5月5日にサムライアーサー、中野のタロットバー、サムライアーサーさんの方で、今年も男占い師祭り。何祭りだっけ？今回はですね、男占い師赤裸々祭りだそうで。なんか赤裸々に鑑定してるところとかを見せるんだっけ？そうですね。見せるバージョンと見せないバージョンみたいなのがあるっていうことらしいですね。見せないバージョンはなんか水森さんの予約なんか埋まってましたね。で、なんかさっき聞いたけど知らないっていう、誰かありがとうございます。まあ、よかったら遊びに来てください。はい。あと5月下旬ぐらいにまたどこかでイベントを、チャズ先生とかココ先生とやるかな、いつものとこかな、みたいな感じ。日曜かな、みたいな感じなんで、なんとなくぼんやり開けといていただく
あと6月に松方さんともやりたいね、みたいな話はしています。なるほど。いずれにしましても決まりましたらばお知らせいたしますので、引き続きチェックしていただければと思います。あと、占いと時事のスペシャル結構好評だったので、各週か、毎週だと辛いよね。毎週は別にやってもいいですけど、なかなか大変だと思いますけどね。チャズ先生とかにもちょっと参加してもらって、ズあらまームとかで。ズームかセレーネ来てもらって撮ったりしてやってこうかなって漠然と思ってます。その分、都市伝説今月はやるけど、都市伝説ってあれ編集コスト高いんで、少しいるけど、チャズ先生出る数は変わらないよ、みたいな感じで。時事のネタ、チャズ先生から聞きたいでしょ？どうだろう？チャズ先生との動画見てない人いるかな？チャズ先生の動画とか、ライブ配信とかもありますから。よかったら一回見てください。呼ぶとしたらチャズ先生かな。他にそういうの語れる人いるかね？占い業界で。なかなか時事のことまで含めてってなるとね。だってね、占い師が政治語るなみたいなのがなんか炎上してたけど、なんかいろいろ問題あるわけでしょ？政治的な発言って。わかんないですけどね、何がいいか悪いかなんてのは僕はわかりませんけども。俺ね、正義ってあんまり良くないと思う。何がいいか悪いかで言うんだったら。イデオロギー。内ゲバを起こすし。誰がっていう話じゃないですからね。そういうこと起きやすいよねっていう話ですからね。ヒヤヒヤしちゃう。そういう意味ではうちのチャンネルでね、もしなんかお届けできることがあれば、お知らせしていければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、ハイプ、コメントなど、よろしくお願いいたします。コメント全部見てます。今後ともよろしくお願いします。またね。